はい。では、翼を作っていきたいと思います。これが完成形なんですけど、こんな感じで作ります。でですね、今回この右上の 3D ビューのシェーディングっていうやつなんですけど、これを、スタジオからマットキャップに変えておきましょう。なんかこっちの方がちょっと立体感がわかりやすいので、はい。では、始めていきましょう。まず、追加、メッシュ、平面を出しましょう。で今ここに出てきたんですけど、こっちにちょっと起こします。でタブで変身モードに入ります。そして、RX90 で90度回転させます。この形に持っていきたいので、これをリファレンスとしてやっていきます。では、まず、この上のこの筋をまず作っていきたいと思います。なので、この部分ですね。スタート地点は。で、では、これを見ながら、同じような形になるように、この筋を作っていきたいと思います。はい。でですね、この2点を選択して、E でこういう風に引き伸ばします。で、もう一度 E。はい。今この辺りですね。でここから1、2、3、4伸ばしていきます。ここから、1回で R でちょっと向き変えて E で。はい。で、ここまで、できたと思うんですけど、このちょっとぐにゅぐにゅっとしてる部分が、ここになるんですけど、ここを、まずこうやって選択してください。そして、コントロール B っていうのがあって、これでやると、ベベルっていう状態で、こういう風に、線が分かれるんですね。で、この状態で、マウスホイールでこういう風に数が変えられるんですけど、今回この1、2、3、3つに分かれさせてください。ここまでできたら、今度は、この2個選択してもらって、で、また、同じように1回、2回、3回、4回。そして続けて、今度はここの2つを選択してもらって、で、また4回ですね。1、2、3、4。はい。で、あとは、ちょっと微調整で、位置を変えてもらって、こんな感じですね。ここまでできたでしょうか。はい。続けて、今度は、ループカットを入れます。コントロール R で、ここに入れてもらって、で、ちょっと根元に近づけます。ここ。そして続けて同じくこっちにもループカットを入れて、根元に近づけます。そして、この4つを選択して F で埋めます。この筋が全部今のところできたので、今度はこの羽の部分ですね。これを今から作っていきます。なので、この4つ選択してもらって F。この4つで F。で、この2つ選択して F ってやることもできます。この2つ選択して F、F、F。こういう風に早く埋めることもできます。はい。ここまで作ってもらったら、今度はこの2つを選択してください。そして E でこういう風に下に出します。で、出したら、この4つ選択して F。はい。こんな感じになりましたでしょうか。はい。続けて、今度またループカットを入れていきます。今度は、コントロール R でこういう風に入れてください。で、もう一度ループカットを今度はここに入れます。はい。これだけですね。これで大まかなメッシュは完成しました。今度はこれに
厚みを与えていきます。なので、A キーで全部選択してもらって、EY でこういう風に厚みを与えてください。そこまで厚くしなくてもいいです。はい。もうちょっと薄い方がいいかもしれないですね。GY、このぐらい。はい。でですね、今度は筋の部分だけを選択してもらって、また厚みを与えていきます。なので3で面モードにしてもらって、この筋の部分ですね。これを、うまく選択してもらって、ここもですね、こういう風に、はい、こんな感じで、筋の部分を全部選択してもらったら、また、EY で、こういう風に、飛び出させます。はい。同じく裏側も、筋の部分を選択してもらいます。はい、こんな感じで、全部選択してもらったら、同じく、今度 EY でこっち方向に厚みを与えます。はい、こんな感じですね。スケール Y でこういう風に厚さを調整してみてください。もうちょっと厚い方がいいかな。はい、このぐらいで。でですね、今度は1で頂点モードにしてもらって、このトランスパレントをオンにしてください。で、そうしないとこの裏が選択できないんでですね。はい。でですね、まず、こういう風にくぼみを作ってみましょう。こんな感じですね。で、これで、とりあえずモディファイヤーを入れましょう。サブディビジョンサーフェス。で、ビューポートのレベルは、2でいきましょう。こんな感じになりました。続けて、トランスパレントオンにしてもらって、例えばこの内側の、ここを選択してもらって、GY でこういう風に、後ろに持っていきましょう。同じくここも選択してもらって、GY で後ろに。はい。で、ここを選択して、GY で後ろに。で、この状態でトランスパレントオン戻すと、はい、こんな感じになりましたね。で、これでタブで一旦オブジェクトモードに戻って、スムーズシェード入れましょう。で、最後に、この部分ですね。この角っていう爪の部分を作ってみましょう。はい。では選択してもらって、タブで編集モード入って、爪はここから生えます。なので、3で面モード行って、X で面を削除してしまいましょう。で、1で頂点モードに入ってもらって、オプションクリックでこの一部分を選択しましょう。そして EZ で上に生やします。で、ちょっと向きとかを調整してもらって、ちょっとこっち向きですね。2で変モードに行きましょう。そして、ちょっと四角すぎるので、ということで、GG でちょっとこういう風に、これを移動させて、この角も GG でちょっと移動させます。裏も同様に、ここ選択して GG。ここも GG でこういう風に。こうすると断面が丸くなったんじゃないかと思います。1で頂点モード行ってもらって、オプションクリックで一周選択して F で埋めてしまいます。I でこういう風に新しい面を差し込みます。ちょっと真横から見てもらって、E でこういう風に生やします。で、R とかで向きを変えてもらって、S で縮めて、ここにさらにループカットを入れます。コントロール R でこんな感じで入れてもらったら、ちょっとこういう風に、爪にカーブを入れましょう。
はい。で、さらにもう一個ループカット入れて、根元にググッと近づけます。で、くっつかない程度に気をつけてください。するとこういう風に、境界がくっきりします。この2周分を選択しましょう。そして、S でちょっと広げてあげます。さらにループカットここに入れて、根元に近づけましょう。今こんな状態になってますね。ちょっと平たくなっちゃってる感じがするので、ちょっとトランスパレントオンにしてもらって、これで、ウィング、翼ができました。ちょっと今胴体がないんで、イメージしづらいかもしれないんですけど、